やるじゃねえか。よし。はい。これで全体強化してアタックします。これもしかしてリーサルか？はいどうも、ヤッシーです。突然ですが皆さん、このカードに泣かされてはいませんか？団結のドミナリアで追加された新カード、ベールのリリアナです。どんなに強いクリーチャーを出しても、5宝持ちのクリーチャーを出しても、富国除去能力で確実にクリーチャーを1体倒してくるリリアナは、現在めちゃくちゃよく見るパワーカードとなっています。ただ、あくまでこちらに生贄を強要する能力なので、クリーチャーを大量展開すれば対策することが可能です。そこで問題となってくるのがこのカード。食肉鍵虐殺事件です。小粒なクリーチャーを大量展開したところで、食肉鍵虐殺事件で一気に除去されて、ライフ差も一気に逆転されたという方も多いのではないでしょうか。さらには今回、切り崩しという軽量除去まで追加された黒デッキ。正直めちゃくちゃに強いですよね。そこで今回はこんなデッキを組んでみました。大量の人間トークンを全体強化して殴り切る人間デッキです。このデッキは非常にシンプルで、トークンを大量展開して全体強化して殴るだけのデッキです。要は、リリアナには横並べで対策し、食肉鍵には全体強化で対策するというわけです。おなじみのカードもありますが、団結のドミナリアで追加されたカードもいくつか採用しているので、キーカードだけ簡単に紹介します。まず、最初のカードが毅然たる援軍です。このカードは2マナ瞬速で唱えられるクリーチャーで、場に出た時に11の兵士トークンを追加で出すカードとなっています。2マナ22相当なので、決して強いわけではないですが、3ターン目のリリアナをかいくぐって盤面展開ができるため、スタンダードでも割とよく見かける1枚となっています。そして2枚目が、ファイレクシアの宣教師です。このクリーチャーは、2マナ23反コンと、素のスペックが結構高く、さらに、キッカーで黒マナを含めて唱えれば、墓地回収までできるカードになっています。レアリティこそアンコモンですが、普通に強くてよく使われる1枚ですね。そして3枚目が、国王ダリアン48世です。このクリーチャーは、自分のクリーチャーを全体11修正する効果を持っており、さらに、自身を生贄にすることで、クリーチャートークンに呪言と破壊不能を付与する効果を持っています。また、トークン展開しながら自身を強化する起動型能力も持っており、マナフラット受けもできるようになっています。ということで、改めて本日のデッキの紹介です。まず、トークンを展開できるカードを合計14枚採用しています。先ほど紹介した毅然たる援軍の他には、攻撃するたびにトークンが増えるエーデリン、クリーチャーを唱えるたびにトークンが増えるトーレンズ、そして3ターン目以降は全体強化にも使える婚礼の発表をそれぞれ採用しました。そして展開したトークンを強化するクリーチャーカードを合計7枚採用しています。婚礼の発表も含めると全体強化枠としては合計11枚になりますね。先ほど紹介したダリアン48世の他には、プラス1カウンターを複数乗せられるハラナとアレイナ、そして人間クリーチャーを全体強化できるシガルダをそれぞれ採用してみました。さらに、回復ができるカードを合計8枚。先ほど紹介したハンコン持ちのファイレクシアの宣教師の他には、クリーチャーが出るたびに回復でき、死んでも軽量飛行クリーチャーとして唱えることができる月光の古参兵を採用しています。他には、クリーチャー以外の呪文のコストを上げる妨害カードとして、サリアを4枚採用しています。まあ、このデッキ、見ての通りクリーチャーだらけのデッキなので、まあサリアは基本的にはデメリットにならないですね。そして、シェオルドレッドなど一部のでかいクリーチャーの除去対策として、勇敢な姿勢を3枚採用してみました。この勇敢な姿勢は除去として使えるだけではなく、全体強化できるシガルダやダリアン48世を除去から守るためにも使えます。また、今回はシガルダ以外は人間クリーチャーしかおらず、白マナ以外の色は伝説クリーチャーでしか基本的に使わないため、多色土地として閑静な中庭と英雄の交友地をそれぞれ複数枚採用しているのも特徴となっています。まあ、このデッキ、黒対策にはなっているんですが、正直ランクマッチで勝てるかというとちょっと怪しいんですけど、そんなの関係ありません。自分の考えたプランで黒デッキを倒せればそれでいいんです。
ということで、このデッキで早速対戦していきたいと思うのですが、ここで一度宣伝させてください。このチャンネルは、まず、チャンネル登録者100人を目指してます。ここまでの時点で参考になったよとか、面白かったよという方は、ぜひ、めちゃくちゃ励みになるので、チャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。それでは、実際の対戦を見てみましょう。どうぞ。はい。というわけで、こちらが高校でこの手札。まあ、悪くはなさそうですね。キープしてみましょうか。ちょっとキーカードが引けてないのが気になりますがね。トーレンズ引きましたね。そうしましたら、まずは平地をプレイしまして、月光の古参兵を出しまして、ターン終了です。お相手はボルダーレンの凍結士を出してきました。そしたらこちらは、ファイレクシアの宣教師を出していきますか。どうせそんなに、キッカーで唱えられる確率は高くないので、ここはガンガン出していきます。ということで、お相手のターンです。次のターン、トーレンズ出しまして、そして月光の古参兵と何か、出せれば結構美味しいですね。なので、次はサリオンが引けると一番美味しいです。お相手はベールのリリアナをプレイ。生贄ですね。はい。そうしましたら、月光の古参兵を生贄に捧げます。これで飛行持ちのクリーチャーを一応なんか手元に持ってるみたいな感じになるので、いいかなという感じです。こちらは、トーレンズを出していきます。そして、リリアナを殴ります。これでお相手はボルダーレンの凍結士でブロックすると思うので、そうですね。これでターン終了。ここで食肉鍵を打たれても、ファイレクシアの宣教師が残りますね。お相手シェオルドレッドか。でも勇敢な姿勢があるわ。だったらいいか。こちらは、ライフが厳しいわけではないので、月光の古参兵を捨てていきます。はい。また月光の古参兵。そうしましたら、これあれでしたね。失敗した。とりあえずシェオルドレッドを倒すんですが、今のターンですね、こちら、もともと勇敢な姿勢持ってましたんで、このフル操作モードにして、このアップキープとドローに停止ってして、ドローする前に、シェオルドレッド倒した方が美味しかったですね。終わったことなので仕方ないです。なので、巧妙の幻影をプレイしまして、ファイレクシアの宣教師でアタックし、トーレンズでプレイヤーアタック。これでいきましょう。はい。これでお相手のターンです。今のところ、うまいことあれできてますが、食肉鍵1枚で逆転できるな、お相手は。チトー君を生贄にリリアナを捨てましても、沼が出てくる。これちょっと怖いな。でも仕方ないですね、怖がってても。とりあえず全員で殴ります。はい。で、次食肉鍵出てくるとしんどいので、月光の古参兵を出しておきます。これでターン終了。お相手絶望将来。これはいい感じですね。そうしましたら、兵士トークンだけ生贄に捧げて、これで次のターンまた殴りに行くと、進化した潜伏工作員。これも特に大した問題ではないですね。じゃあターンもらっていきましょう。ダリアン48世。やるじゃねえか。よし。はい。これで全体強化してアタックします。これもしかしてリーサルか？6点、8点、10点、13点。これ、よし。で、お相手は残りライフ1ですね。これでターン終了です。で、48世を生贄に捧げれば、こいつら破壊不能を付与できますんで、絶望将来なら問題ないですね。そうしましたら、兵士トークンを生贄に捧げます。で、お相手これもう何引いてきても負けるよな。よし。対戦ありがとうございました。いや、これはうまく黒に刺さりましたね。はい。というわけで、こちらの、こちらが高校でこの手札ですね。マリガンしなくてもいい気がしてきますね。3枚は、プレイヤブルなカード、そのまま2ターン目までに動けるカードがありますんで、キープでいきたいと思います。3ターンも動けば、さすがに土地1枚ぐらい引くでしょって感じですね。さあ、まずはお相手のターン。
森をプレイしまして、気前のいい訪問者を出してきました。これは、あれですね。多分、セレズニアエンチャントデッキですね。こちらは月光の古参兵を出していきます。これでターン終了。そうですね。ファイレクシアの宣教者がキッカーマナコストでも唱えられそうなのでと思ったが、サリアを引いたんでサリアを出していきましょう。お相手のエンチャントをすべて1マナを重くするので、結構刺さってるんじゃないかなと思います。お相手は樹海の自然主義者が出てきました。差し引き、通常コストでって感じですね。で、無常の神でアタック。こちらはブロックしません。そしてお相手からターンをもらいます。まずは閑静な中庭を出しまして、人間を指定します。そして、ダリアン48世を出していきます。はい。これで、こちらの攻撃は、強くなりました。アタックしないでターン終了します。月光の古参兵が出てますんで、ライフはどうにかなるんじゃないかなっていうことで。で、仮初めの時間でお相手が除去するのはおそらくダリアンではないでしょうか。サリアでもいいんですけどね。サリアだった。サリアを取りましたね。お相手、マナコストが上がることの方が嫌だったみたいです。じゃあ、これはしょうがないんで、アタックは通しましょう。かなり負けが近いんだよな、こちらも。ハラナとアレイナか。なんか土地1枚ぐらい引けてもよかったんですけどね。とりあえず月光の古参兵出しまして、ファイレクシアの宣教師も出していきます。よし。これでこちらは合計3点回復ですね。3点回復できたのは美味しいですね。では攻撃はせずにターン終了。これ、お相手どう動いてくるのかによるな。樹海の自然主義者もでかくなってくるのか。これはちょっときついぞ。神使い棒めっちゃ出すじゃん。もうなぁ、このセレズニアエンチャントデッキで序盤ぶん回ってると勝てねえんだよな。精霊との融和。何引いてくんだろう。何これ、監禁の円環。うわ、クソみたいなカード引いてんな。これもうフルブロックしてみる？いっそのこと。無常の神。でもそれはさすがにな。ファイレクシアの宣教師と月光の古参兵でブロックでいい気はします。これで、お相手はどっちかを、ファイレクシアの宣教師を倒す方を選べましたね。そして、ターンをもらいます。やっと来た。英雄の交友値。そうしましたら、お相手これは、3マナ以下であるクリーチャー1体を対象とする。それを追放する。なので、多分ダリアンを追放してくるはずなので、こちらはアレイナを出していきます。そして、アレイナで大きくするのは月光の古参兵。これで攻撃せずにターンを終了。よし。これで監禁の円環はお相手ダリアン48世に使いたかったが、月光の古参兵と選択肢が生まれて迷うはず。ただ多分ダリアンだと思うんだけどな、この状況だったら。ハラナとアレイナはだって取れないもんね。取ってもいいんだけど。さあ、お相手はダリアン48世を除去。そして、無常の神でアタック。10点か。10点ね。どうしようかな。受けときますか。だってどうせトランプルついてますしね。48世ね。じゃダリアン48世いきますわ。はい。これで、ハルナとアレイナで月光の古参兵をでかくしまして、攻撃せずにターン終了。無常の神で殴ってきてもいいけど、倒すよって感じだな。気前のいい訪問者。いや、これはどうにかなってるんじゃないですか？無常の神でアタックしてきてもいいですけど、構いませんけども、こちらとしては。全員で殴ってきた。そうしましたら、とりあえず無常の神は、この2体でブロック。いや、意外と、ハラナとアレイナでブロック。そして、
ダリアン48歳でブロックし、月光の子3兵でブロック。こうじゃないですかね。さあ、お相手は、ハルナとアレイナの方を取ってきました。そしたら次のターン、ハルナとアレイナ出せばいいだけですからね。いやー、これは、いい感じで動けてますね。さあ、お相手は無常の神を引きまして、こちらのターン、ハルナとアレイナを出していきます。ドンマイ。そして、月光の子3兵をでかくしまして、まあ、殴らなくていいか、まだ。ちょっとライフが怖いんでね。で、お相手は無常の神が出てきまして、終わりですね。そうしましたら、こちらはエーデリンを出していきます。そして、エーデリンをハルナとアレイナで大きくします。そして、エーデリンで殴り、月光の子3兵でも殴る。これで20点。いや、月光の子3兵は残しておくか。これで、エーデリンで殴ります。お相手これもう結構投了級じゃないか。特別とか入ってないと思うんだよな、セレズニアエンチャントで。多分全体除去がないはずなので、まあまあ、これはさすがに。はい。ということで、ターン終了です。かりそめの時間。まあ、エーデリンかハルナとアレイナかどっちかだな。まあでもエーデリンな気がするな、この状況だったら。まあ、エーデリンですよね。ただ、それだけだと、あなたどうにもならないですよ。はい、投了、対戦ありがとうございました。いやー、これは気持ちいい試合でしたね。後半の巻き返しが本当に気持ちよかったです。はい。ということで、こちらが先行でこの手札。まあ、一応キープで大丈夫ですかね。キープで動いていきたいと思います。まあ、ちょっとサリア2枚っていうのがちょっと不安ですけどね。はい。ということで、こちらのターンです。お相手は手札をキープしてきましたね。じゃあ、まずは英雄の固有値を出しまして、ターン終了。次のターン、サリアを出していきたいと思います。ということで、こちらが出していくのは、スレイベンの守護者サリアです。さて。で、お相手が出してきたのは祝祭の出迎え。で、こちらはですね、天使の拳トーレンズを出していきます。そして、サリアで殴ります。お相手に2点ダメージ。そして3ターン目ですね。お相手のターンです。相手は3マナ目、森を出しまして、これミドタンかなあれでもラノワールの浄土語りが入ってるな。ってことは、なんかいろんな色がありそう。てかまあそうか、祝祭の出迎えで宝物も出るから、何か色は混ざってそうですね。ただ、今のところお相手の動きは完全に緑タン色ですね。どういうデッキなんだろう。お、結ばれたものハルナとアレイナ引きましたね。そうしましたらまずは月光の子3兵を出しまして、そして、アタックするとちょっと不利なので、アタックせずにターン終了。さあ、お相手は、これ結構何でもできるマナだな。活力を汚すもの。それはまずいな。活力を汚すものは、勇敢な姿勢で倒したいですね。勇敢な姿勢って無理なんだっけ？伝説の呪文を唱えるためにしか使えないのか、白マナ。あれ？違う。あれだ。サリアの能力で、勇敢な姿勢1マナ重くなってるんだ。そしたらとりあえず毅然たる援軍出しまして、で、月光の子3兵でこれ合計4点回復、3点回復か。で、勇敢な姿勢で、活力を汚すものを倒します。はい、さよなら。そして、こちらは、サリアと兵士トークン。これでアタック。まあ、これでお相手のクリーチャーは、何かしら対打ちが取れますね。さて、よし。はい。これで、こちらのターンは終了です。あとはお相手、2体目の活力を汚すもの。怪我しまくってんじゃん、活力。そしたらファイレクシアの宣教師出しましょうか。はい。これ、早くあと1マナ伸ばして、ハルナとアレイナ出していきたいですけどね。
さすがに活力を汚すもので全体修正受けた相手のクリーチャー受けるのちょっときついけどな。ただお相手もまあそう簡単には殴れない。ちょっと待って。八百長試合はやばいでしょ。うわ。マジこれ強いな。活力を汚すものと八百長試合ってめっちゃ強いな。マジか。ウルベンワルドの木。やばすぎるんだけど相手の動き。ちょっと待って。分回りすぎてる。うわ。なるほど。これ強いわ。収穫祭の襲撃？ちょっと待って。お相手これすっげえな。マジか。このデッキ、相手のこのデッキやばすぎるな。ミドタンって全然今頑張れないと思ってたけど、めっちゃ頑張れるじゃん。この感じだと。マジか。すごっ。活力を汚すもの1体でアタック。これ今更活力を汚すもの1体頑張って打ち取ったところでって感じあるよな。どうしよう。月光、試しにちょっとやってみよう。月光の古参兵、人間兵士。これで今4点、5点、6点、8点、10点。全部やられんの？マジ？まあでもサリアはどうでもいいかな、今。なんで、全部やられとく？これでいいや。いや、お前に活力は怪我させないぜ。これで次のターン、うまいこと、トーレンズで、ハラナとアレイナ出していけるといいんですけどね。いやー、月光の古参兵まで持ってかれるの結構痛いな。で、しかもお相手あれかこれ、4。何これ、どういう倒され方してるのかちょっとわかんないんだけど。最後生き残るとしたら、兵士トークンかな？兵士トークン生き残ったわ。はい。さて、お相手は連7を起動。これでツリーフォークトークンが出てきます。いや、このミドタンすごいな。来た、ヘイチ。お前を待ってた。ハラナとアレイナを出していきます。よし。これで、トーレンズに、プラスカウンターを乗せまして、攻撃せずにターン終了。また月光の古参兵とか引けたらいいんだけどな。さすがにこれもう負けるよな。だって、お相手、すごいもんな。活力怪我しまくった挙句に、収穫祭の襲撃、これ下手したら、普通に唱えられそうだもんな。うわ、土地3枚。もうこれ、負けるじゃん。あと2ターンぐらいで。だって、今相手が出せるのって7マナ。で、今途中出した8マナ、次のターンに9マナまで伸ばせて、なんなら今クリーチャー出せれば、祝祭の出迎えで宝物が出てくるから、もう次のターンには収穫祭の襲撃撃てるんだよな、多分。やば。このデッキすごいな。真似しよう。皆さん、お相手が使ってるこの緑デッキ、多分僕、アイディアいただいて動画にすると思います。すごいな。お相手はウルベンワルドの木が変身しました。全クリーチャーがトランプルを持ちます。マジやばすぎるんだが、このデッキ。すごーい。すごーい。墓所のうろつくものだけでアタックするの？なんで？もうなんか全員で殴ればいいじゃん。だってこれ全員で殴ったらリーサルだったんじゃない？そんなことない？ 10 点、17点、25点。リーサルじゃないんだ。こっちめっちゃ回復してんな。そう考えると。そうしましたら、トーレンズとアレイナは嫌だ。トーレンズと兵士。これでいきましょう。なんでかっていうと、トーレンズはもう1体手元にいるからです。ということで、墓所のうろつくものをブロックすることに成功。よし、こちらはまた平地ですね。そしたらトーレンズを出しまして、で、さらにサリアを出していきましょう。うわ、これで収穫祭の襲撃チャンスはなんとか潰せたか。潰せた気がするな。で、あとは、サリアをでかくしまして、これでサリアめっちゃでかくして、もうお相手の、アタックを削いでいく。それしかない。
攻撃しないでターン終了。これもしかしてギリギリまだワンチャンある？まあ、なんやかんやこっち27点残ってますしね。いや、ただ結構絶望的なんだけどな、この盤面。ただ、1個前のターンでお相手がフルアタックしてこなかったということは、結構慎重な性格してそうなので、まあ、全然慎重じゃない感じの盤面なんですけど、なんか結構お相手慎重に殴ってきそうなので、なんか、連7で土地を出すことを選びましたね。うわ、お相手あれだ。次のターンの収穫祭の襲撃を取ってきたわ。怖っ。で、もう一体のターン、ウルベンワルドのキー。やばすぎるんだけど、お前。で、祝祭の出迎えで2点ライフ。で、宝石泥棒。わー。マジお相手トランプルめっちゃ入れてんじゃん。じゃあマジなおさら殴ってきそうなんだけど。やば。まあ、3フォークトークンでかくなるよな。これはアタック通すしかないぜ。うわー、次のターンに負ける。ファイレクシアの宣教師。なんか墓地にいたっけ？うわー、ファイレクシアの宣教師とかしかいねえ。じゃあ、ファイレクシアの宣教師出しましょうか。はい。よし。で、サリアをでかくしまして、これで攻撃しないでターン終了。これはもう負けましたね。なんかもう見届けたい気持ちしかない。もう。これ多分このデッキ使って余裕でボロ負けしてるんですけど、なんならこのデッキ結構勝率悪いんですけど、多分この負けてる試合は普通にお相手がすごいので、動画化すると思います。森が出てきて、収穫祭の襲撃撃ってくれ。俺はまだ君のデッキに何が入っているのか、全部知りたいんだ。八百長試合とか入れてるからなんか、もっとでかいやばいクリーチャー入ってそうなんだよな。タラスクとか入ってないのかな。さあ、お相手は宝物を使ってるので、出てきました。収穫祭の襲撃です。何が出るかな。なんかもうできるだけでかいの出してほしい。マジで。もう完膚なきまでに負けたいわ、ここまで来たら。やば。活力を汚すものとウルベンワールドのキー。もう活力を汚すもの大量に入れてますね、お相手。これすごいな、このデッキ、本当に。八百長試合と汚すもの組み合わせるのか。なるほどね。で、お相手他に入れてたのは、墓所をうろつくものとか。なるほどね。いやー、これ強いよ。もうブロックしません。何点通るんだ、これで。計算すらめんどくさい。37点。こっちもともとライフなんか20点ちょいぐらいあったから、なんか50点近く与えてるってこと？やばいな。対戦ありがとうございました。はい。ということで、対戦相手が先行で、こちらが後攻ですね。まあ、この手札なら7キープでいきたいと思います。噛んじゃいましたね。お相手は1回マリガンしてます。で、オゾリスじゃない、オゾリスはあれですね、アーティファクトですね。オルゾフですね。はい。こちらは、閑静な中庭を出して人間を宣言してターン終了。お相手は、またあれですね、なんか出てきましたね。しつこい負け犬。これ、お相手黒うまく引けてないパターンですね。そうしましたら、こちらは、まず月光の古参兵からプレイしていきたいと思います。というのも、まあ、ファイルクシアの宣教師、これキッカーで唱えられるのが、まあ、この閑静な中庭が出てる時だけなんですけども、まあ、なんか、うまいこと4マナまで土地伸びてますし、なんか先にやられたらきついクリーチャー、トーレンズと月光の古参兵それぞれ引けてますんで、まあ、ファイレクシアの宣教師を手元に残しておきたかったって感じですね。で、お相手はこれ絶対トーレンズを指定してくるな。めんどくせえのが出てきた。選定された平和の番人。まあ、こちらの手札を確認して好きなカードのコストを2マナ上げるっていう能力を持ってますね。はい。ということでお相手はトーレンズを縛ってきました。こちらはブロックせずにターンを終了します。平地。ファイレクシアの宣教師出しておきますか。これでターン終了です。攻撃はしません。さあ、困りましたね。このデッキ、よく考えたら、クリーチャー除去が入ってないから、選定された平和の番人に対して弱すぎますね。お相手はソリンが出てきました。で、しかもなんかあれだな。
プラス能力から入ってきました。ってことは奥義を使いたいんだろうね。でもダメか。そうか、選定、いや、いけるな。選定された平和の番人をダブルブロック。これで、体力者の宣教師だけ死にます。おーし。これでトーレンズ唱えられるようになったのはでかい。そしたら、トーレンズを出していきましょう。これで、月光の古参兵でソリンをアタック。ターンを渡していきます。いや、これ今、お相手、結構、プレミですね。多分。進化した潜伏工作員。そして、婚礼の発表。多分、食肉鍵はないと見て良さそうですね。なので、これは、まあ、殴ってくるのかな。でも、殴ってきたとしたら、ソリンは、殴らず、お相手学びましたね。そうしましたら、まずは月光の古参兵を出していきます。そしてトーレンズの効果でトークンが展開。さらにサリアも出していきます。はい。これでこちらはめちゃくちゃライフを回復しまして、とはいえ殴れないのでターン終了です。古参兵フライヤーにしたところでソリンのマイナス能力であれか飛行トークン出されて終わるから、ただ早めにソリンなんとかしないと、殴ってきた。これ、なんか食肉鍵ありそうな雰囲気がすげえする。とりあえず古参兵と古参兵じゃなくて、兵士トークンでブロックでいいかな。お相手はこの能力2回起動できますんで、こうですね。能力起動せず。ってことはやっぱ食肉鍵か。はい。これでこちらの場にはクリーチャーがめっちゃ残りました。ただよく考えたらお相手、あれですね。食肉鍵使おうと思ってもサリアで、対戦ありがとうございました。これお相手のプレミに助けられましたね。はい。対戦相手が先行、こちらが後攻ですね。これはキープで動いていきたいと思います。お相手は、これセレズニアデッキだな。そしたらまずは、閑静な中庭を出しまして、月光の古参兵を出していきます。これでターン終了。お相手は、これセレズニアエンチャントの可能性ありそうだから、サリアを出しておきたいですね。サリアを出しまして、これでターンを終了します。お相手のターンですが、土地をプレイしないっていうのは、これ土地詰まっちゃったのか？いや、違うな。お相手めっちゃ、あれですね、緑白の土地引いてますね。で、粗暴な聖戦士。なるほど。サリアが持っていかれます。そうしましたら、こちら。さらに、閑静な中庭を出しまして、月光の古参兵を出しまして、相手のターンに俊足で毅然たる援軍を出しましょうか。これでターン終了です。できればこの3マナでお相手がっつり動いてもらいたい。茨橋の追跡者ですね。お相手これ何デッキだ？人間デッキか？もしかしてこっちと同じ。お相手は粗暴な聖戦士でアタックしない。ということは、じゃあこちら毅然たる援軍を出していきます。はい。これで月光の古参兵でめちゃくちゃ回復。こちらは、天使の拳、トーレンズも出していきます。これでお相手のターン。いやー、この月光の古参兵でめちゃくちゃ回復できてるの偉いですね。そして次のターン、ダリアン48世で、ちょっといきなりみんなのサイズをでかくしていきたいところですね。お相手、隠遁した剥製師出てきました。これマナクリーチャーですね。そうしましたら、こちらはヘイチェを出しまして、ダリアン48世を出していきます。はい。これで一気に全員サイズが上がります。さて、茨橋の追跡者だけでブロックされる可能性があるので、ここは攻撃せずにターンを終了します。次のターンに、訓練トークンとダリアン48世で殴りに行くのはありだな。シガルダ。これ完全にこっちと同じタイプのデッキやな。相手、茨橋の追跡者だけで殴っても来ない。ハラナとアレイナ。ハラナとアレイナ出していきます。はい。
よし。これで、こちらはそうですね。この兵士トークンをでかくし、兵士トークンとこの訓練兵士トークンで殴っていきます。あ、訓練兵士トークンで殴る意味なかったな。失敗した。まあいいや。はい。これでお相手のターンですね。はい。で、ハラナとアレイナを除去してこないですね。強胆な敵対者が出てきました。で、シガルダで殴ってきたらお相手ドローもつくから結構だるいけど、どうなんだろう。シガルダだけで殴ってきますね。で、ドローですかね。ハラナとアレイナ。なるほど。そうしましたら、ターンをもらって、勇敢な姿勢で、シガルダを倒します。はい。そして、ハラナとアレイナで、そうですね。兵士トークンでかくしてもいいけど、人間兵士トークンでかくして殴らずでターン終了。はい。お相手はハラナとアレイナが出てきました。まあ、こちらと似たような状況ですね。で、ハラナとアレイナで強胆な敵対者がでかくなる。そして、強胆な敵対者で殴る。いいのか？そうしましたら、兵士トークンと、なんかありそうで怖いな。なんか、破壊不能とか、でも、1マナだからな。一応ちょっと2体でブロックしておきます。念のため、怖いんで。さあ、お相手は、何もせずに、ただやられていきました。これダブブロを想定してなかった可能性ありますね。お、婚礼の発表、いいですね。婚礼の発表を使っていきます。そして、こちらは、ハラナとアレイナの効果でトーレンズをでかくしておきます。これで、殴らずにターン終了。はい。これで婚礼の発表からトークンが出てきまして、こちらは2点回復。まあ今のところこちらの方が有利に動けている感じですね。さあ、お相手は、強胆な敵対者をもう一回出してきました。2回でかくなるのかな。隠遁した剥製師からマナ出ますからね。そうですね。で、ハラナとアレイナで4点乗っけて、強胆な敵対者でアタック。お、いいのか？そしたら、これでブロックしようか。はい。お相手結構さっきからダブブロ警戒してなさすぎますね、動きが。でもあれか、ライフ回復がしたかったのかな。そうしましたら、今度はダリアン48世に乗せるか、トーレンズに乗せるかですが、毅然たる援軍に乗せていきましょう。一番やられても困らないんで。で、ターン終了です。で、トークンが出てきて回復してお相手のターン。そうだ、粗暴な聖戦士が2マナ使えば、裏面になっちゃう。これ結構しんどいな。お相手救出専門か。誰を救出するんですかね。これか。強胆な敵対者を救出。そして2マナ使ってでかくなる。で、救出専門家につけましたね。ハラナとアレイナを。そうしたら、毅然たる援軍と、これでダブブロですかね。そうですね、ダブブロです。ハラナとアレイナでブロックしてもよかったか。まあいいや。はい。相手の救出専門家がやられました。こちらのターンです。こちらそろそろ何か新しいクリーチャー引きたいですね。とりあえずトーレンズをでかくしまして、攻撃せずにターン終了。で、トークンが出てきて変身。よし。これでアレイナさらにでかくなったのは美味しいですね。で、お相手は月光の古参系がもう1体。そして、隠遁した剥製師がさらにもう1体。そして、これお互いにライフすごいことになってるな。スレイベンの守護者サリアが出てきまして、古参兵で回復。
そして、強胆な敵対者でアタックかな、さすがに。さっきから強胆な敵対者でこの人アタックしすぎなんだよ。おー、何もせず。じゃあターンもらいます。粗暴な聖戦士で持っていかれるのは俺はハラナとアレイナだと思うんだけど、トーレンズかな？意外とトーレンズ持ってかれる可能性もあるな。ただ、この状況ハラナとアレイナの方がしんどいけどね。トーレンズ持ってく？マジ？やめてほしい。それはやめてほしい。エーデリン。じゃあ、エーデリン出します。はい。これで、エーデリンに乗っけます。10、12。アタックしません。ターン終了です。これ、シガルダが来た。シガルダで殴られるのちょっとしんどいな。アレイナで絶対シガルダに乗せてくるもんな。そうだよね。で、9点ダメージ。まあ、ぶっちゃけ9点なら通してもいい気もしつつ、ブロックしない。パス。これで、トーレンズが出てくる。これ、完全に、トーレンズ。お前を待ってた。じゃあ、トーレンズを引きます。よし。これで、アタックは、しないですね。エーデリンに乗っけていきましょう。で、アタックすると、結構落とせる。アタックしてみましょうか。お相手、結構アタックされると嫌なはず。さあ、トークンが出てきます。この状況ならアタックした方がいいですね。通りましたね。これ、お互いに、あれだな、すげえ火力をただぶつけ合うっていう、なんかやばいゲームになってますね。なんか、すごいな。9点と18点でお互いに殴り合ってんのやばいな、このゲーム。まあ、シガルダに乗りますよね。で、シガルダが殴ってくる。はい。まあ、お相手の方がちょっとこのね、ドローがサポートついてんのがやばいですね。ハラナとアレイナでブロックします。で、やばいな。これ強胆な敵対者入ってんのマジやばすぎるな。あ、そうだ、トランプルついてるんだ。うわ、ハラナとアレイナでブロックした意味ね。で、お相手もトーレンズでトークンが出てきて、で、この子3兵。で、この強胆な敵対者やばすぎるな。お相手の。3。やばい。解決。ターンをもらいます。こちらですね。まずは月光の子3兵を出していきます。これで、エーデリンがでかくなる。そして、ハラナとアレイナをもう一回出します。はい。よし。で、これで、ハラナとアレイナでエーデリンに乗っけます。そして、エーデリンでアタック。はい。さあ、お相手結構これ嫌なんじゃないかな。でもそっか、強胆な敵対者でブロックすればお相手も回復できるんか。なるほど。エーデリンだけアタックが通りました。で、26点ダメージ与えてターン終了。いや、マジ何なんだこのゲーム。やばすぎるな、お互いに。お相手はハラナとアレイナで、強胆な敵対者をでかくしてきました。で、強胆な敵対者とシガルダでアタック。そうか。これ強胆な敵対者、めちゃくちゃ強いな。強胆な敵対者、しかもあれか。これ救出専門家で救出できちゃうのか。これ以上でかくなると手がつけられないので、ダリアン4、違う。このトークン全員でブロック、まず。これで、全部で12点。あとは4点ダメージ。4点だったら、子3兵、子3兵。これで。これでいきましょうか。さあ、お相手は、なるほど。で、こちらは、ダリアン48世を、やっべ、忘れてた。全部22になるじゃん。
じゃあ、このままブロックで。はい。で、お相手のターンですね。相手は救出専門家で、強胆な敵対者を引っ張ってくる気がするな。これすごい盤面だな、お互いに。ちょっとやばすぎるな。強胆な敵対者が復活。そして、さらに、全体に3乗っけてくる。はい。いや、やばすぎますね、これお互いに。いや、強胆な敵対者がある分、相手の方がでかいんだよな。まず、月光の古参兵を出します。そして、さらに月光の古参兵を出します。で、攻撃せずに、エーデリンをでかくします。これで、エーデリンでアタックすると、エーデリンでアタックしますか。エーデリンでアタックします。で、いやー、これ負けるなー、どう考えても。うわー、そうだよな。救出専門家と、月光の古参兵2体とかでいいもんな。そうだよな。茨橋の追跡者。でもそっか、これ救出専門家だけでブロックしても、次のターン、強胆な敵対者2体殴れるから、まあいいっちゃいいのか。月光の古参兵と、月光の古参兵と、月光の古参兵2体でブロック。これトーレンズだな。お相手絶対トーレンズを意識してこうしてるな。ターン終了です。いやー、これは、だってまずそもそも、シガルダが次、27点になるのかな。やば。ちょっとどうにもならねえな。まあ、シガルダに乗せるよな。そうだよな。で、全員でブロックしたら、そもそも、微妙にこっちブロック足りなくない？全員で殴るよね。殴らない。殴るよね。そうだよね。殴るよね。全員では殴らない。なるほど。でもトーレンズで殴ってきてるのさ、絶対相手トーレンズ持ってるよな、これ。手札に。なんかそんな気するよな。じゃあ、とりあえず、エーデリンでブロック。この救出専門家を、いや、ちょっと待って。そうだな。救出専門家じゃなくて、茨橋の追跡者ブロック、1点、プラス1点でも通ったらこっち負けるんだよな。だから、月光の古参兵でブロック、ダリアン48世でブロック、で、訓練兵でブロック、あと2体か。そうですね。これと、これでブロック。これで、行くしかない。で、ダリアン48世を生贄に捧げて、破壊不能を付与して、よし。これでこちらは残り3点ですね。で、ただ結構いっぱい回復します。いやーでも、全然誤差だな。これ相手のダメージ量からしたら。で、相手秋の占い師。で、土地が出てきまして、これお互いにすげえぶん回って結果負けてるな。はい。サリア。そしたら、まずは48世を出します。で、婚礼の発表を使ってもどうしようもないので、月光の古参兵を出します。で、これで負けだな。ハラナとアレイナで、もう、とにかくバカみたいにエーデリンをでかくします。そして、エーデリンで殴ります。それしかない。お相手が、なんか、ちょっと頭の悪そうなブロックをするのにかけるしかない。でも、これ、相手あれだよな。うまくブロッカー残してんだよな。なんなら別にエーデリンの攻撃相手食らっても痛くないしな。茨橋の追跡者。なるほど。
で、こちらは1点回復。で、ターン終了ですね。いやー、これ負けましたね。ちょっと何点入るのか見てみたいんで、投了はしませんが。いやー、これ、シンプルに負けたな。なんか、完全にお相手に上位互換使われてる気がしますね。婚礼の発表。なるほどね。救出専門家と強胆な敵対者の組み合わせ、普通に強いよな。シガルダも入ってるのも偉いしな。カティルダもやっぱ入ってんのか。まあそりゃこのデッキにはカティルダ入るよな。そうか、カティルダ、そうだよな。このデッキ、僕の方のデッキは、カティルダ、一回最初入れてたんですけど、実はなんかそんなにマナ伸ばす意味ねえなと思って抜いたんですよ。ただ、強胆な敵対者と組み合わせるんだったら、全然あっていいですね。うわー、これ相手の方がシンプルにデッキビルダーとして1枚上手だったな。いやー、これは負けましたね。もうなんか、すべての意味で。なので、ブロックしないで、もう攻撃を通します。さあ、何点入るんだ。そうか。先制攻撃だけ残しとけばよかった。はい。ということで、対戦ありがとうございました。はい。というわけで、実際の対戦ご覧いただいたかと思うのですが、いかがでしたでしょうか？実際に黒いデッキには勝つことができました。ただ、まあ、このデッキでランクマッチを上がれるかというと、まあ結構怪しいですね。というのも、まあやっぱり、クリーチャーをただ展開するだけのデッキなので、展開にですね、工夫がないと言いますか、相手に読まれやすいので、まあ正直、うまく対応されたらそれまでっていう感じのデッキだなとは思います。ただ、今回、最後の方にですね、めちゃくちゃ面白い試合があったと思うんですけれども、うまく展開できれば、大きなクリーチャーをめちゃくちゃこう並べてですね、一気に殴って勝つみたいな豪快な試合ができるので、正直使っていてめちゃくちゃ楽しいデッキではあります。なので、皆さんもですね、ぜひ、ランクマッチ、勝つのに疲れたよっていう方はですね、このデッキを回してみても、まあ、ちょっと気分転換にはいいんじゃないでしょうかという感じのデッキでした。というわけで本日の動画は以上となります。このチャンネルではまずチャンネル登録者100人を目指してます。今日の動画が面白かったよとか参考になったよという方はですね、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。めちゃくちゃ励みになります。ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。